風魔の小次郎、コスモ正統戦士5人、伊達宗氏、武蔵を除けば第2部で小次郎が最初に出会ったコスモ正統戦士グレンケンの意思を介して政権戦争の事情を知っており、小次郎をはじめコスモの戦士たちをサポートしている。伊達宗氏が持つ政権はその名の通り、グレンの炎で相手を焼き尽くす炎の政権。そしてその炎は政権戦争にて対戦した修羅のみならず、所有者である宗氏自身をも包み込んだ。シグマ、コスモ正統戦士の中では一番の古株。前回の政権戦争以来、白霊山の山頂に突き立てた白老剣の下に己の肉体を眠らせており、コスモの同志である小次郎が来たことによって虚空から魂が戻り、地下から再び出現した。全身に多数の傷跡を持つ。本人曰く小次郎は4000年前から戦ってきた同志とのこと。政権は死の正気を操り、魂魄を奪う無数の怨念が渦巻く異形の剣。刀身から発するおぼろげな白いオーラは相手の生命を吸い取り、邪悪なる者の魂の輪廻転生を許さず、刀身の内部に未来永劫を封じ込め、剣の力へと変えてしまう恐怖の聖剣。龍馬、赤眼であり風魔の独眼竜と呼ばれる。顔の左側に大きな裂傷痕がある。超能力を駆使し風林火山を持った小次郎を除けばおそらく風魔最強。戦闘では不知火を瞬殺し、陽炎も必殺の風魔至強剣で圧倒した。サイキックパワーは飛鳥武蔵に劣る者の念動力、戦闘用サイキック、マインドコントロールといった能力を持っている。昇龍らと共に聖剣やカオスについて探っていたが、青蘭剣と伊達の導きによってコスモ正統戦士として覚醒する。最終決戦ではオズと対戦したが、風魔至強剣をあっさりと破られ、十字剣の力で大地の底へ落とされ命を落とす。しかし聖剣の力で精神のみの状態で一時的に復活。十字剣の力が通じない空中へオズを引きずり出し撃破した。その後その意志は皇帝と相打ちになりかけた小次郎を死海から呼び戻す役目を担った。嵐を制する風の政権を持つ。大地を切り裂いて竜巻で敵ごと天空へ引き上げ、嵐のごとき突風とともに繰り出す一振りで相手の体を粉々に破壊する。小次郎、風魔一族の戦士。修行中の身ながら群がり来る蜂を木刀一本で全部撃ち落とせるほどの動体視力、反射神経を持つ。成長したら恐ろしい存在になると言わしめるほどにその潜在能力は高い。しかしながら思慮に乏しく猪突猛進であり、総帥曰くバカらしい。柳生蘭湖から授けられた風林火山により、サイキックソルジャーや超能力集団のカオスとも互角以上に戦えた。夜叉八将軍との戦いでは後半のみの登場で、風林火山をもって陽水、黒獅子を倒した。夜叉との抗争後、聖剣、風林火山を狙うカオスに襲われたことで聖剣戦争に巻き込まれる。カオスとの戦いに備えて同じコスモの戦士を探していくことになる。最終決戦ではカオス皇帝と激突。一時は鳳凰天部の力に圧倒されるも、進化を遂げた風林火山により互角に持ち込む。聖剣戦争の断りにより消滅しかけたが、龍馬の導きにより風林火山の力で現世帰還。カオス皇帝を撃破して10本の聖剣を破壊、4000年にわたる輪廻を断ち切った。聖剣、風林火山は所有者の潜在能力を引き出し、鋼鉄さえも断ち切る力を持つ。臨界点まで高めた剛力無双の腕力と疾風陣雷の脚力は、動けば疾風のごとき速さを見せ、静かなる林のごとく視覚を惑わし、攻撃に転じれば烈火のごとき攻撃を生み出し、防御に転じれば不動の山のごとく敵を跳ね返す力を持つ。所有者を通してサイキック戦士たらしめ、視界の入り口から生還させたり、時間を逆転させたりするなど時空を飛び越える力を発揮する。その進化は所持者の潜在能力を極限まで引き出し、自らも成長し無限の力を発揮する。戦いの中で進化を果たし、鳳凰天部に対抗できる究極の聖剣となった飛鳥武蔵。生死観最強の男。長尺の木刀と超能力を操る。
本来はどの組織にも属さない傭兵だったが、ただ一人の肉親であり心の支えでもある妹が余命1年の難病にかかっており、妹の延命を図るために正史官に雇われている。戦場においては圧倒的な戦闘力を誇り、聖剣戦争編では龍馬に敵に回せばカオス以上に恐ろしい男と言わしめた。本来は戦闘を好まない心優しい人物で、エリナが入院している病院の看護師にも丁寧な敬語で接する冷徹さも持ち合わせている。エリナの前では一人称がお兄ちゃんになるなど、戦闘時とは違う顔を見せる。長刀の中には封印された伝説の聖剣黄金剣が隠されていたが、小次郎が手に入れた伝説の聖剣風林火山との戦いの中で封印を解かれ姿を現した。妹の死後不戦不殺を誓って山中の寺に隠遁していたが、黄金剣を狙うカオスの襲撃を受け、いやおうなく聖剣戦争に関わることになる。襲撃直後に訪ねてきた小次郎からコスモ参加を要請されるが、これを拒否。コスモにもカオスにも属さない立場を取る。最終決戦では己の命を守るためにあえて戦争に参加。お前たちも自分たちも命は一つ、今ここにいる自分こそが全てと輪廻を否定し、ネロと交戦。来光剣の性質と弱点を早々に見極め勝利を収めるも、聖剣戦争の断りにより消滅を余儀なくされている。黄金の太陽のごとき長尺の聖剣を持つ。所有者の肉体の一部となり、所有者の感情をそのまま威力として爆発させる。対小次郎戦では怒涛の大波を呼び寄せ、対修羅戦では大地を覆っていた氷をすべて溶かし、また対ネロ戦においては振りかざす際に背後に太陽の幻影が浮かび上がった。最後まで動画ご視聴ありがとうございました。ご意見やご要望のコメント待っています。ではまた次の動画でお会いしましょう。See you next time.